皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アメリカによるウクライナへの軍事支援。表立ったニュースでは取り上げられない。しかし、今後のことを考えると非常に重要なポイントについて取り上げていこうと思います。では、表立って報道されているものは何かといえば、それはクラスター弾のウクライナへの供与です。このクラスター弾のウクライナへの供与についてはすでに解説動画を上げているので、ぜひともまだ見ていない方はご参照ください。インターネット上ではどうしても間違った前提に基づく批判などもたくさん出ているわけですが、それらについても言及しているので、見る価値はきっとあると思います。それでは、報道されていない部分について何を注目すべきか。それは、歩兵戦闘車ブラッドレーの供与数があからさまに伸びていることです。欧米製の歩兵戦闘車、ウクライナへの供与が決まる前の段階においてでは、ウクライナに供与すること、それ自体が議論されていたこと、そして各国どこも議論する中において、なかなか出し渋っていたという事実を忘れてはいけません。しかし、一旦供与することが決まった以上、明らかに支援の勢いについても変化が見られています。それではどのような変化が起きているのか、少しテキストベースでご紹介していきます。アメリカ国防総省が第42次アメリカによるウクライナへの軍事支援の詳細について発表しました。国防総省の発表なので、元の文はもちろん英語です。しかしこのままだとこの動画としてはちょっと意味がわからないので、この後は私の要約を元にして話を進めていきます。第42次の軍事支援、その目玉として取り上げられているのがクラスター弾の供与決定です。これは砲弾の内部に小爆弾が大量に仕掛けられているクラスター弾で、現在反転攻勢に出ているウクライナ軍にとっては、ロシア軍陣地、特に塹壕に対する攻撃力を増すことにかなり貢献することでしょう。一方、供与を受けるウクライナ側は、このクラスター弾の使用についてはあくまでもロシア軍を自領から追い出すために使うウクライナ領内での使用にのみ限定することをアメリカ側に制約しました。クラスター弾の使用にはどうしても不発弾が大量に残ってしまう問題が発生します。ですから、ウクライナとしてはロシア領内に使うのではなく、あくまでもウクライナ領内でそのリスクを引き受けるという話をしているわけです。こうした不発弾はどうしても戦後において一般市民の日常生活の中での事故を起こし、死傷者を見出してしまいます。そうしたこともあって、人権団体などは、クラスター弾の使用などについて批判を行うわけですが、現在のウクライナにとっては、戦後の問題については戦後になんとか解決することができる話であり、現状のままであれば、ロシア軍によって領土を占領された状態、これが続いてしまうことこそが、もっと大きなデメリットとして存在することを指摘しています。戦後のことを考えるためには、まずは今占領されている土地を解放することが必要なわけです。だからこそ、デメリットもあるけれども、占領されていることに比べれば、まだまだそれは対処可能なデメリットというわけです。さて、第42次の軍事支援と言いましたが、当然のように42があれば、その前の41、40といった前の軍事支援もあります。ここで私が注目していたのが、アメリカがウクライナに供与した歩兵戦闘車ブラッドレーについてです。ウクライナ軍が反転攻勢に出たその最初の月においては、ロシア軍の地雷原が大きな障害となり、多くの歩兵戦闘車ブラッドレーが損傷大破し、戦線から脱落しました。映像資料などで残っている撃破数としては18両。これらの数が戦闘不能になったと見られています。この数についてはおそらく間違いはないでしょう。というのも、ロシア側にしてみれば、アメリカが供与したブラッドレーを撃破したというのは、大いに宣伝広告したいものですから、一両残らず映像などに残してそれらを公開しているはずです。それらの公開情報を元にした撃破数といったものは上振れは考えられないと言えるでしょう。そのような第一撃の損失について考慮した場合において、第40次軍事支援においては、ブラッドレーの供与数は15両。そしてその後の第41次の軍事支援においては、ブラッドレー30両が供与されることが発表されていました。私はこの2つの軍事支援を見て、アメリカは損失した分については全て補填する気だなと見ました。実際にはこの6月27日時点においては、ブラッドレーの損失量は20両から25両程度の範囲に収まっていたのですから、補填以上の数であることは間違いありません。しかし、7月8日に確認した時の軍事支援においては、さらにブラッドレー32両と加わっていることから、これは明らかに損失分をはるかに超えた戦力強化のための
ブラッドレー供与だということが明らかになっています。先ほども述べたように、ブラッドレーを撃破したのであれば、ロシア側としては危機としてこれを映像に収め、インターネット上に公開し、ロシア軍がどれだけブラッドレーを撃破したかというのを誇っていたことでしょう。しかし明らかにそのような情報においても、全体での損失が30両にもいかないのにもかかわらず、アメリカからの供与数がこの直近3回の軍事支援でプラス77両というのはちょっと異常だと言えます。地雷原などに突っ込んで動けなくなった歩兵戦闘車ブラッドレーなのですが、それらのうちいくつかはウクライナ軍の前進に伴って戦闘地域から外れ、後続の工作車両などによって回収されているものが何両もあるのです。これらについては修理した上で前線へと舞い戻ってくることから、何両かは戦闘不能から前線へと復帰することとなります。また、忘れてはいけないポイントとしては、地雷によって身動きが取れなくなって放棄されたブラッドレーも、その乗員については死傷していないことが多々あることが公開された情報などで明らかになっています。ですから、車両がどんどん増えていく、そして死傷していない乗員がそれらにどんどんと乗り組むことによって、反復攻撃が可能になるというわけです。このあたり、ロシア側の歩兵戦闘車の場合だと、乗員が全員死んでしまうことが多々あることに比べれば、明らかに戦略としてアメリカが推奨しているのはゾンビアタックだと言えます。兵器がやられたとしても、その乗員が生き残っているんであれば、どんどんと兵器を追加供与することによって、繰り返し反復攻撃ができる。これはアメリカ軍ならではの戦術だと言えるでしょう。ロシア側が囚人兵を使っての人海戦術を用いたわけですが、アメリカとしては兵器を使い捨てにするような形での反復攻撃を施行しているのだと思われます。そして歩兵戦闘車ブラッドレーなのですが、型番が少々違うものも含めれば生産車両数は4600両程度あると言われており、そのうちウクライナに供与することができるとされるブラッドレーについては全体では2000両程度あるとされています。ですから何十両という単位であれば、現役で配備されているものについては手をつけず、退役しているものや保管用のブラッドレーなどを再生するだけでも、今後もかなりの量をウクライナへ送ることができるとされています。この点なども地球で一番軍事費をかけてきたアメリカの底力の片鱗だと言えるでしょう。では、ウクライナへの軍事支援を続けているアメリカですが、アメリカの国民はウクライナへの軍事支援についてどのように考えているのでしょうか。直近の世論調査の結果を見てみましょう。世論調査で大半のアメリカ人がアメリカのウクライナ武装を支持。ロイター・イプソスの調査によると、アメリカ人の大多数はロシアから自国を守るためのウクライナへの武器供与を支持しており、そのような援助は中国や他の米国のライバル国に米国の国益と同盟国を守る意思を示していると信じている。2日間の世論調査では、ウクライナへの武器供与への支持が急激に増加しており、回答者の 65% が支援を支持。5月の世論調査では 46% であった。最新の世論調査によると、民主党員の 81%、共和党員の 56%、無党派層の 57% がウクライナへの米国製兵器の供与に賛成している。この調査は民間傭兵会社ワグネルのトップ、プリゴジン氏がウクライナ戦争におけるロシア国防省の誤った対応を非難して反乱を開始し、その後、反乱を中止した数日後に実施された。この調査結果は、ロシアが2014年の最初の攻撃と、16ヶ月前の全面侵攻で奪取したウクライナの領土奪還を支援するために必要なことは何でも行うというバイデンアメリカ大統領の政策をより強固に裏付けるものと思われる。世論調査では、アメリカ人の 76% がウクライナへの援助は中国や他のライバルに対し、アメリカには我が国の利益、同盟国、そして我が国自身を守る意思と能力があることを示すことになると考えていることが判明した。他の世論調査結果2つにおいては、67%、73% のアメリカ人の大多数が来年のアメリカ大統領選挙でウクライナへの軍事援助を継続する候補者と NATO 同盟を支持する候補者を支持する可能性が高いと述べた。ニュースとしてはどうしても大きな変化といったものに着目し、これを伝えなければならないという使命があります。クラスター弾の供与というのはこれまでの意味においてはガラッと変わった出来事でありますので、これを伝える価値はあるし、これを解説することもまた必要とされています。そうした意味では、軍事支援としてクラスター弾のことを取り上げるニュースばかりになってしまうのは仕方ないと言えるでしょう。しかし、クラスター弾が供与されるからといって
ってこれで万事解決といったわけではありません。ロシア軍の陣地に対する攻撃力は上がったとしても、結局のところその陣地を最終的に取り戻すためには地上軍が陣地を攻略していく必要があります。それには当然のように軍用車両、それもなるべく性能の良いものの方が被害を少なく、それでいて戦果を拡大することができます。そしてこれまでロシア軍は地雷原や戦車号、竜の歯、そして入念に作られた塹壕などによりウクライナ軍の攻勢に対して粘り強く抵抗を続けています。ですからクラスター弾が供与されること、それ自体はウクライナ軍の砲撃力を大幅に強化することはあったとしても、やはり地上部隊に対する軍事支援が切れ目なく続いていくことはどうしても必要なのです。そういった面からアメリカが歩兵戦闘車ブラッドレーを損失する以上において大量にウクライナに供与する、このような動きを見せていることは非常に力強いものです。そしてクラスター弾の供与が決まったことによってもう一つ進展がありました。それはウクライナがアメリカに対して供与を望んでいるもののリストとしては、いよいよ最後に残ったのがATACMSミサイル、そしてあとは戦闘機といった話になります。戦闘機についてはアメリカは他に優先するものがあるでしょうという話をして、実質的な供与にものすごいハードルを設けています。その代わりにヨーロッパ各国において戦闘機連合を立ち上げて、そこからウクライナへの戦闘機供与が進むだろうという話になっています。一方でATACMSミサイルについて、こちらは射程300キロのハイマース用のミサイルなわけですが、ヨーロッパ各国からウクライナに供与することは、その装備品のリストから言っても無理難題というもので、アメリカが供与するしかありません。しかし、この点について言っても、すでにアメリカ以外、イギリスが長射程ミサイルであるストームシャドウをウクライナへ供与しており、決してどこの国も供与していないものをアメリカに供与しろと言っているわけではありません。ストームシャドウの場合だと戦闘機から撃ち放す必要があるため、あまり前線に近寄って撃つことはできません。一方において、ハイマースによる攻撃であれば、こっそりと前線近くまで行って、発射したらすぐ逃げるといった行動を取りやすいものですから、ストームシャドウよりもATACMSミサイルの方が基本的には使い勝手のいい兵器だと言えます。そしてこのような、さあクラスター弾の供与は決まったよ、そして残るはATACMSミサイルだけですよといった話題に集中することによって、これまでは歩兵戦闘車の供与についても及びがちだったアメリカが、もうどんどんと誰からも注目されないんだったら送ろうという姿勢に転じたことは非常に良い影響を今後ももたらすと思います。またアメリカの軍事支援によってウクライナはロシアという軍事国家の侵略を受け止めることができています。少なくとも本格的な侵攻をするその前の段階であれば、ロシアは核兵器戦力などを中心として非常に軍事力の高い国として評価されていました。一方においてウクライナはあくまでも東ヨーロッパの中でも経済的に非常に遅れた、あくまでも農業大国に過ぎないと見られていた国です。実際的にはロシア時代から受け継がれた軍事技術などは持ってはいましたが、財政基盤が弱く、それらの軍事技術を大いに発展することが難しかった国でもあります。だからこそ本格的な侵攻が始まった当初においては、すぐにでもウクライナは滅亡させられてしまう危険性があることが指摘され、実際にプーチン大統領はそう考えていたとみられる節があるのです。しかし、世界各国からの支援に伴ってそのようなロシアによる侵略は明らかに今では勢いを失い、ワグネルの反乱に見られるような、ロシア内部がもはやスカスカになるようなほどにロシアに余裕がなくなっていることをアメリカなどが強く知ることとなりました。アメリカ国民にとってみれば、自分たちの行ってきた軍事支援によってウクライナはロシアによる侵略を押しとどめているし、ロシア側の方もワグネルの反乱に見られるような出来事から、ロシア側の方にももう余裕がなくなってきたんだな、つまり自分たちの行ってきた軍事支援が確実に実を結びつつあるんだなといったことを実感するような出来事となったわけです。そしてこのようなウクライナへの支援について前向きな評価が増えることに伴って、次の大統領選挙にも影響を及ぼそうとしています。海外のことに目を向けるのではなく、アメリカだけに目を向ければいいといったいわゆる内向きの政治に対して、いやいや世界情勢のことも見なければいけない、そのことはアメリカ自身が考えなければならないという国民意識へと
少し変化が現れているわけです。もちろんこの雰囲気というものは情勢の変化に伴ってこれからも移ろいやすいものではあります。しかし、ウクライナへの軍事支援、その大黒柱であるアメリカの国民意識が、ウクライナを支援せよということを考え続けている限りにおいては、ロシアはウクライナを滅亡させることは不可能だと言えるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。アメリカによるウクライナへの軍事支援、一般的にはクラスター弾の供与についての話ばかりですが、足元では出し渋っていた歩兵戦闘車ブラッドレーを続々と送り込むことをアメリカは発表しています。そしてそのような政府の動きについて、アメリカ国民もおおむね支持する方向で意識が傾いており、長期戦になればアメリカが厭戦気分が広がって支援が先細りするだろうというプーチン大統領の目論見とは異なる動きを見せています。このような流れは今後のことを考えるときに非常に重要な伏線となると私は見ています。皆さんはこの話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして役に立ったなと思う方は評価ボタンのクリックとともに投げ銭機能もぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。